家庭用脱毛器買いたいけど効果が本当にあるのか、買うとしたらどんなブランドが良いか、いろいろわからない。そこのあなた、こちらの動画を注目してください。今回は脱毛に関する50本以上の YouTube を見て要点をまとめてみました。それに私自身の経験を加えて皆さんにお伝えしたいと思います。家庭用脱毛器論争の休止符を今日打つ。まずは脱毛について簡単に説明からいくと、今日本のマーケットに医療脱毛と光脱毛があって、医療脱毛はパワーが大きいためやけどのリスクが高く、医者や看護師さん資格が持ってないと施術できない。一方、今回調査している家庭用脱毛器は自宅用の低パワーの光脱毛であり、誰でもできます。今回はキーワードを家庭用脱毛器にし、50本の動画をメモしながら見ました。メモはこちらです。動画ですけど、ごちゃ混ぜの内容でもあれば、動画と動画がぶつかっているポイントも多数あるので、さっきの脱毛の全体図をベースとして分類してみました。得られた結論を今からお伝えします。レーザー脱毛と光脱毛の比較からいきます。1、レーザー脱毛に関しては一つ大きいリスクがあるというと、硬毛化です。光脱毛はパワーが弱いゆえに肌にダメージが少なく、毛が復活する可能性があるけど、硬毛化の心配はそんなにない。そこは光脱毛のメリットとも言えるでしょう。結論2つ目、クリニックの先生は家庭用脱毛器が効果ないと言っている人が多い。考えられる理由の一つとして、クリニックが使っているレーザー脱毛器より家庭用脱毛器がかなりパワーが落ちているため、効果が見込める時間も長いからである。想像してみてください。森を点火するなら火炎放射器で行くかライターで行くかって感じでしょう。信じ、森を燃やせ。3つ目、美容脱毛の後に医療脱毛を通うと減毛率が減る。それは研究された結果らしいけど、私自身では家庭用脱毛器とレーザー脱毛両方使っています。感想は正直レーザー脱毛の方が圧倒的に効果が出るスピードが速い。なので減毛率を心配せずに両方試してみた方が一番良いのではないかと個人的に思っています。4つ目、家庭用脱毛器は長く使える。まあ文字通りです。次は家庭用脱毛器の有効部位です。動画の中で効果が明らかに出る部位は個人差もあるが、大抵の結論は足、VIO に効果あり、ヒゲにはない。ちなみに私個人でやった感想では、足に確かに効果があったけど、ヒゲと VIO はあまり効果を感じられませんでした。特に VIO は剃るのも脱毛器で当てるのもアフターケアもいろいろ大変だった。まあクリニックのスタッフに自分の VIO を晒したくない方には家庭用脱毛器が向いているんではないかと思っています。ちなみに機械によって VIO 脱毛の効果も変わると思うので、購入する前にちゃんと VIO 適用かどうか確認した方がいいと思います。続いて家庭用脱毛器を使用する上の注意事項です。1、セルフ脱毛のスケジュールを立てる必要がある。むやみにいろんな部位の脱毛を一気にしてしまうと、今後1回の脱毛をするたびにたくさんの労力と時間を使います。なので長続きはしない。また頻度を決めずに毎日照射したら肌ははっちゃくっちゃ荒れるのでお大事にいらっしゃいませ。2つ目、荒れてる肌は脱毛が不可となるため、照射前に毛を剃るときカミソリではなく電動シェーバーを使えてください。3つ目、照射するときにいきなりハイパワーから行くのはダメ。レベルを徐々に上がっていくようなイメージで使ってください。もし低いパワーだと脱毛の効果に心配であれば、照射の部位の皮膚を伸ばしながら重ね打ちでもおすすめします。4つ目、アフターケアとやけど処理は大事。おすすめの家庭用脱毛器はケノン、トリア、ブラン、どれもクソ高いです。私ならハイレベルのカートレージの回数がまあまあ残っている中古のいいやつを買います。実際そういうやつのケノンを買いました。どうせ1年後使わないやろ。ちなみに国民が脱毛にそんなに気にしているのがアジアの中でも日本ぐらいだそうです。海外の脱毛に関する動画もちらっと調査しましたが、ワックス脱毛がほとんどで永久脱毛に触れていた動画はそんなになかったそうです。じゃあまた。